はい、ではですね、バッグはね、あんまり、簡単にですね、せっかくなんで、山と、空ぐらい、雲ぐらいでね、入れようかなと思います。グレーの薄いグレーでですね、本当に何でもいいんですけど、雰囲気出す感じで、薄いグレーでですね、山とかですね、本当に、あんまりね、凝ったバージョンではないんですけれども、山とかですね、雲とかですね、書いてですね、下書きなくてもね、いいかなと思います。名前なんかね、入れるとまた雰囲気出るんですけれども、はい、山、雲ぐらいですね、軽くね、背景を入れまして、それから普段のように、白クレヨンでですね、光とかね、入れていこうかなと思います。ほっぺたも入れて、白髪なのでね、髪の毛ですね。白多めで、このように描いていきます。はい、こんな感じですね。鼻とか。服のシワなんかもね、ちょっとホワイトでお好みで入れたりします。バッグもですね、ホワイトでちょっと若干ね、入れておいたらまた綺麗になるかなと思いますのでね、雲とかね、山とかですね、ざざっと入れていただいて、準備ができたので、で、同じようにですね、肌色ですね、私はまたこうやってね、別で作ってるんですけれども、平筆で溶いていただいて、肌色ですね、作っていきます。水分ね、多め、ジャブジャブぐらいな感じで。濃さはね、難しいんですけれども、普段ね、薄いなと思われてたら、濃いめでね、でもいいかなと思いますね。はい、パレットでちょっと試し書きみたいな感じで、水分若干足します。見た感じね、こんな感じでも全然ね、いけそうですね。はい、多めに作ってね、肌色を作っていただいて、ムラないように塗っていこうかと思います。はい、ちょっと首でね、試し塗りしていただいて、これぐらいで、全然いいですね。薄くもなく、濃くもなく、薄いとか濃いとかなったら、ちょっとパレットでまた調整していただいて、次耳ですね、塗ってみます。若干濃いなっていう感じでも全然いいんで、大丈夫かなって感じになりましたら、はい、もうちょっとね、パレットでなじましてですね、いよいよ顔の中ですね。おでこ広いんで、このラインでね、こう塗っていこうかと思います。ちょっとね、特徴的なんですけど、おでこ額からね、塗っていきますかね。こういうところを塗ってですね、おでこ広い方ね、こういう風に塗って、だんだんこう、埋めていくって感じですね。余白を残してもいいんですけど、ベタ塗りしてますね。で、鼻のところ。目とかね、輪郭とかを少し避けながら塗っていきます。結構ね、水分吸いますし、ちょっとね、おでこ広いとね、肌色いっぱい使うんで、ちょっと足しながらですね。はい、塗っていこうかなと思います。顎のところですね。平筆で丁寧に塗っていただけたらと思います。で、じわじわですね、修正していきます。このね、おでこ広い方ですね。若干、もう一回濃い肌色で塗ってあげてもね、いいかなと思います。こういう感じですね。ちょっと見えにくいかと思うんですけど、うっすらとね、濃い感じで重ね塗りをしています。はい、結構ね、男性なんで、肌色っぽくてもいいかなと思います。ちょっとこういう風にね、することで立体感がね、こっちもちょっとだけね、濃くします。どうしようかな。ちょっとだけね、ベージュ、こういった色を混ぜて肌色を作って、また乗せてあげてもね、このおじいさんの場合ですね、いいかもしれないですね。いわゆる影をね、作るって感じですね。こういう感じですね。ちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、こういう感じでグラデーションですね、つけてあげると、よりいいかなと思いますね。おでこの出っ張りですね。こういう
こういうラインをね、作るとおでこの丸みが表現できると思います。感じでね、この影を、肌色の影を作るといいかなと思います。そんな感じで、次はですね、いつものように、朱色でほっぺたですね、作ります。パターンをね、覚えていただいているかと思うんですけれども、肌色まででですね、男性なんで薄めですね、ほっぺたを入れていきます。やはりね、この赤いやつを入れないとね、やはり肌色だけではちょっと寂しい感じがするので、少し薄めで入れております。で、もう一段階ですね、濃い朱色を入れて、のせていきます。で、綺麗にね、なじませていただきますね。はい。では、この時点でですね、いつものように肌色をですね、平筆の端っこを使ってなじませていただきます。このようにね、綺麗になじませて、もう一回ですね、朱色を入れると綺麗になるかな。ぼやかすかな。ぼやかせたかなって感じですね。では、顔の中ね、ここまで綺麗に塗れたら、あとは髪の毛なんかを塗っていこうかと思います。この方、このおじいさんですね、ちょっとベージュ入ってないので、黒に近い、本当に黒に近いグレーで髪の毛を塗っていこうかと思います。丁寧にね、髪の上。黒くなりすぎずに、クレヨンがね、乗せてるんで、真っ黒にならないとは思うんですけども、この髪の場合、ちょっとね、はみ出てもいいぐらいで、グレーを乗せていきます。乾いたらね、より薄くなるので、これぐらいでも大丈夫かと思います。はい、次、服ですね。背広のグレーに、ほぼグレーなので、このまま塗っちゃおうかなと思います。白混ぜずにですね、この黒の薄い黒で塗っちゃって全然大丈夫かなと思います。はい、では、そのラインをね、避けながらまず薄く塗っていきます。黒のね、背広っていうかそういうのではないの、グレーなので、若干薄くですね、塗っていきます。きっちり塗らなくてもですね、雰囲気が出るかと思いますので、うまくグラデーションつけながらでいただけたらと思います。まずですね、薄くですね、塗っていきます。はい、下の方はね、いつものようにぼかして消えていく感じですね。上から下のグラデーションつけております。もうちょっとだけね、黒い色で塗っていこうかなと思います。ちょっと黒くなっちゃったんですけどね。乾いたらグレーになりますので、少々黒くてもいいかなと思います。黒いスーツの場合はもう一段階上から黒く塗るんですけど、グレーなんでね、これぐらいでいいかなと思います。うまい具合にね、グラデーションがつけたかなと思います。そうですね、ホワイトのところも若干影をつけておきます。ネクタイがね、青なので、こういったパレットでいいのですね。若干青みをですね、入れていこうかと思います。ネクタイの部分ですね。青ですね。ちょっと模様をね、それっぽく、雰囲気が出るようにね、青のネクタイですね。簡単でいいんですけども、ちょっと入れるだけでね、いい感じになるかと思います。その青でですね、水色でちょっと襟の部分ね、入れてあげるといいかなと思います。ここでね、顔の中ができたんで、背景をね、軽く塗っていこうかなと思います。山なんでね、黄緑とか緑系でですね、その背景用の筆で、青系の筆で塗っていこうかと思いますね。これは薄く溶いていただいて、もう筆の感じで塗って、平筆の感じで軽くですね、背景はね、今回軽く塗っていこうかなと思います。優しい雰囲気ですね。出たらいいかなという感じですね。バッチリね、今回の場合ね、このような感じでバッチリ描かなくても雰囲気が出るかなと思います。ここまで描いたんですけどね、ちょっと黄緑だけじゃ寂しいんで、ちょっと深緑みたいな感じもです描いて載せてあげようかなと思います。こんな感じですね。ちょいちょいとですね、山の
頭の方にのせていきます。水彩の時点ですね、粗い感じでいいので、もし綺麗に仕上げたかったらですね、最終的にスタンプインクなんかをパタパタのせたりするあれもあるので、空のね、色、青っぽい色ですね、ちょっとまた小瓶で作ってるんですけど、緑の筆と混ざっちゃってもいいので、サクッと空ですね、塗っていこうかと思います。こちらもね、薄い感じでいいので、塗っていきます。白いね、クレパスを活かしながら、薄くぼかしながら塗っていきます。こちらもね、乾いたらより薄くなるので、こんな感じでいいかなと思います。ちょいちょいとね、山の方もついでに塗ったりしてもいいかなと思いますね。またちょっとね、薄めて引き伸ばしたりして調整します。はい、こんな感じですね。ちょっと青も入れたりしながら、全体的にですね、いい感じで背景を入れております。はい、こんな感じでですね、水彩の第一段階ですね、塗れました。ではちょっと仕上げていこうかなと思います。はい。いつものようにですね、コピックとかね、その肌色系で、ペンで、仕上げていこうかと思います。はい、目のところのね、じゃあ、からですね、入れて、肌色を入れていきます。やっぱり目元重要なので、写真をよく見ながら。はい、目元ですね。ちょっと奥舞台っぽいんですけどね。こういう感じで、目の下ですね。で、このね、年配なんで、目が引っ込んでいる感じなので、影を入れていきますね。で、鼻筋ですね。そして鼻のところを普段のように入れていきます。ちょっと、はい、鼻いきますね。で、唇ですね。唇は、上唇薄いんですけども、このように描いて、下唇もですね、このように描いていきます。で、シワですね、ほうれい線みたいのを若干入れますね。そして、顎。若干頬こけている感じなので、このように、入れていただいて、で、首ですね、ちょっとシワがいってる感じ、影もなんかも入れます。で、若干ね、こういう感じ、線を入れていただいて、耳ですね、耳のところも影を入れていきます。で、おでこね、やっぱり広い感じなので、こういうね、ちょっとだけこういうコピックでですね、影を入れてあげてもですね、いいかなと思います。で、輪郭もね、少し描いてありますね。はいとね、やっぱり目が引っ込んで、奥深い感じですね。そうですね。ちょっと水彩画一旦置いてるんですけど、髭の部分ですね。髭跡なんかが残ってるんで、若干薄いグレーを今のうちにのせておいても雰囲気が出るかと思いますね。どうしても青ひげまで描く必要ないんですけど、若干だけちょっとだけ入れてもね、入れてる感じ。で、肌色でぼやかす。本当ね、わからない程度でもいいんですけど、つるんとした感じでもないので、若干こういうね、わからない程度に黒を入れてあげても雰囲気が出るかと思います。はい、湿ってる間がね、やりやすいかと思います。続きで、グレーでですね、入れていこうかと思います。はい、眉毛の方ですね。眉毛。薄いグレーですね。薄いグレーですね。塗っていきます。コピックの番号もね、ちょっと説明していかないといけないんですが、何でもね、こういうね、100均のペンでも全然いけると思います。はい、太めの眉毛、そして目の影を入れていきます。こういう感じでね、なんか割と生き生きした感じになるんじゃないでしょうか。で、口の影も入れていきます。影ですね。
より立体的に仕上げようと思います。そして普段のように目にですね、ちょっと濃い色を、瞳ですね。濃い色を入れていきます。小さめの目なんですけどね、丁寧にちょっとグラデーションですね、つけてあげようかと思いますね。より小さい目にもね、丁寧にしていきます。ついでにもね、黒の縦線をね、入れてしまおうかと思います。これでね、目の方が色が塗れております。はい、ここまで描けたら唇ですね、塗っていこうかと思います。ピンクのコピックなどで唇ですね。男性なんでね、薄く入れる感じでいいかなと思います。そうですね。だいたいできたかなっていう感じですね。それでは、筆の付けとね、しなやかのペンで、ちょっとだけね、補足を入れてあげて、丁寧に仕上げていこうと思います。髪の毛なんかですね、入ってるのとね、入ってないので、また仕上がりが違うので、入れてあげますね。はい、ネクタイの線とかですね。グレーの髪の毛なんで、ちょっとだけね、もう一度グレーの濃いのがあれば、書き足したり、より丁寧に仕上げていきます。で、前回もね、やったかと思うんですけれども、仕上げにですね、黒いコピックとか筆ペンで若干ね、ラインを引き締めていきます。髪の毛はグレーなんですね。ちょっと変わる程度でいいんですけれども、絵としてね、引き立つように黒を入れていきます。加減がね、難しいんですけれども、黒を加減よく見ながら入れていきます。耳のところとかですね、輪郭とかね、黒を入れていきます。どうしてもね、水彩塗ると色が弱くなりますので、線がね、茶色いでぼやけたりしますので、黒をのせていきます。で、肩のラインですね、黒を若干入れていけばですね、より美しく仕上がるかと思います。襟の部分なんかも入れて、ネクタイですね。こんな感じで仕上がりましたですね。若干ね、背景を補正しようかと思います。緑のコピックか筆ペンなどで、ちょっとだけね、背景も綺麗に、簡単でいいので、色を入れていこうかと思います。で、ブルーですね。もしブルーのペンなどがありましたら、ちょっとだけね、入れてあげると、またいい感じになるかなと思います。濃淡ですね。ネクタイもね、若干ちょっと濃い色を入れたりします。はい、簡単でございますが、だいたいね、仕上がったかなと思います。いつものように、目ですね、光を入れてあげたりしようかと思います。ちょっと拡大すると、あれなんですけど、ちょっと黒目をね、修正しながら、はい、ホワイトですね。こういったね、固形修正ペンで入れていきます。光ね、若干ちょっとだけでいいので、目にね、光を入れてあげます。あとはですね、白髪の部分とかもう一度重ねて塗ってあげたりですね、したらいいかなと思います。便利ですね。こういうね、修正ペンみたいなのがあったら、ユニボールのね、白もあるんですけど、やっぱりね、乾いてないとなかなか難しいので、こういう感じですね。白を入れていきます。眉毛もね、白かったりするので、でも背景なんかも出してあげてもいいかなと思いますので、お好みで描いていきます。白がね、難しいんですけれども、はい、ちょっとね、こうやって描いていくと、それっぽくね、白髪が表現できるかなと思います。ここもラインもね、白をのせてもいいかもしれないですね。はい、こんな感じでね、一旦ですね、仕上がりました。